今回はお砂糖を使わないみりんでしっかり甘くする自家製あんこの作り方をご紹介します。甘さ控えめで血糖値の上昇が緩やかな体に優しいあんこです。失敗しないポイントなども詳しく解説していきますので、ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルでは体に優しい季節の料理や暮らしに役立つ情報などを配信しています。ご興味ある方はぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。まずは小豆を用意します。今回は小豆 200g で作っていきます。次は小豆を洗っていくんですが、小豆は皮から水分の吸収がしにくく、この白い芽の部分から水分を吸収しています。この芽の部分は冷たい水に当たるとキュッと締まって水を吸収しづらくなってしまうので、お湯をかけてさっと洗うようにしましょう。この後小豆を渋切りするときにお湯を使うので、多めに沸かしておくといいと思います。軽く混ぜるだけで汚れは落ちますよ。洗った小豆をお湯の中に入れたら強火にかけ再沸騰するのを待ちます。沸騰したらここに冷たい水を1カップ入れます。冷たい水を入れ、お湯の温度を一気に下げることで表面の加熱が一時的に抑えられ、皮の硬い小豆もムラなく炊くことができます。再び煮立ってきたらこのまま10分茹でていきます。10分経ちました。煮汁が色づきました。茹でた小豆をざるにあけ渋切りをします。渋切りをすることで小豆の渋みや苦みがなくなり、すっきりとした旨みのあるあんになります。しかし渋切りをした煮汁は小豆のポリフェノールやサポニンなどの有効成分が含まれています。その栄養素をあんこと一緒に摂りたいという方は渋切りしなくても大丈夫ですが、今回は甘さ控えめのあんこを作るので、一般的な甘いあんこより渋みを感じやすい可能性があり渋切りしました。小豆によってもアクの強さが違うことがあるので、渋切りをする、しないはご自由にしていただいて構いません。渋切りしても小豆茶として飲めば有効成分を無駄なくいただけます。小豆茶はおやつタイムなどにお菓子と一緒に合わせると血糖値を上がりにくくしてくれる効果があります。冷蔵庫で 3,4 日保存可能なので捨てずに活用してみてください。小豆を戻した鍋に水を3カップ入れます。火にかけ沸騰するまで待ちます。沸騰したら弱火に変え、40分から60分くらい煮ていきます。煮ている間に水分が減って小豆の表面が見えていたら水を足してくださいね。45分煮ました。途中で一度水を足しましたが、少し小豆の表面が出てしまっていますね。小豆の硬さをチェックしてみましょう。力を加えなくても指で簡単に潰れるくらい柔らかくなっていたら OK です。茹で時間はあくまで目安ですので、小豆の硬さに応じて調整してください。ここでみりんを加えます。できるだけ本みりんで作られることをおすすめします。
今回は甘さ控えめでみりん 350ml で作ります。お汁粉や大福などスイーツとして活用したい場合は、甘みが足りないと感じることがあるので、みりん 500ml くらい入れるとしっかり甘くなります。水分がなくなるまで煮詰めていきます。アクが出てきたらお玉ですくいましょう。鍋底で焦げつかないように時々混ぜながら煮詰めます。この時にみりんのアルコールも抜けていきますよ。10分くらい経ちました。木べらを動かして鍋底が見えるくらいまで水分がなくなれば OK です。冷めると硬くなるので少しゆるいくらいにしておきます。小豆の潰し加減はお好みで、今回は6割くらい潰します。塩を入れた後だと小豆が硬くなって潰れにくくなるので、小豆を潰す作業は塩を入れる前に行います。最後に塩を小さじ1/3入れます。塩を少し強めに効かせることでしっかり甘みを引き立ててくれます。よく混ざったら保存容器に移しましょう。あんこはこしあんにせず粒あんのままいただくのもポイントです。小豆の皮に含まれる食物繊維は血糖値の上昇を抑えてくれる効果があるので、体の負担になりにくいです。出来上がったあんこは冷蔵保存で1週間くらい日持ちします。冷凍で1ヶ月保存が可能なので、多めに作った時は小分けにして保存しておくのが便利です。切り餅と一緒にいただいてみます。小豆は薬膳で見ると腎臓の薬と言われます。体内の老廃物をきれいにし、血液を浄化し、むくみを取ります。みりんは血糖値の上昇スピードを表す指標である GI 値が低い低 GI 調味料と言われているので、お砂糖たっぷりのあんこよりは罪悪感なく楽しめます。まずはあんこだけでいただいてみます。優しい甘みでみりんのコクが感じられて美味しいです。塩が多めに入っているのでしっかり甘みが引き立っています。味は癖もなく、お汁粉やどら焼き、あんバタートーストなどいろいろなスイーツに活用できそうです。お汁粉などを作ってみて、やっぱりもう少し甘くしたいなんて思った時の応急処置もご紹介します。一番簡単なのは蜂蜜などの甘味料を混ぜてしまうことです。みりんで甘みを強めたい場合は煮切りみりんにしてからあんこと混ぜます。今回は 150g 分のあんこを甘くします。大さじ 3.5 杯で約 50ml のみりんを鍋に入れたら火にかけ沸騰させましょう。30秒ほど沸騰させてアルコールを飛ばしたら OK。 みりん 100ml の場合は煮詰める時間を1分にしたりと、みりんの量によって煮詰める時間を増やしてくださいね。あんこを入れて混ぜるだけです。あとはお好みの硬さになるまで煮詰めます。蜂蜜などを足すだけの甘さ調整は簡単ですが、こうして水分を飛ばしながら硬さを調整できると、大福やおはぎを作る時などしっかり固めのあんこを作りたい時にいいかもしれません。砂糖不使用で作る優しい甘みのみりんあんこ、いかがだったでしょうか。
砂糖を使わなくてもみりんのおかげで普通のあんこと同じようなコクと優しい甘みを感じることができますよ。とても簡単なのでぜひ試してみてくださいね。最後までご視聴していただきありがとうございました。